MV ログ、MB サポートビデオブログ。こんにちは、MB サポートの管理人です。M ブログもついにパート10となりました。本日は2007年頃に自作した古い PC で YouTube ライブ配信にチャレンジした記録となります。まずは私の PC スペックをご紹介します。Windows Vista にアップグレードするために自作した PC となります。マザーボードは ASUS P5B Premium Vista Edition。チップセットは当時主流だったものより古い Intel P965 Express です。このマザーボードをどうしても使いたかったので、チップセットを一つ落としてこれを選択しました。CPU は Intel Core 2 Quad 96600でなんちゃってクワッドコアです。2.4GHz を 3GHz にオーバークロックしています。今回の YouTube ライブ配信に最も関係がある GPU は GeForce GTX 950 2GB DDR5 メモリーです。私はディスクトップ画面キャプチャーあるいはゲーム画面キャプチャーとして Windows Media Encoder という無料のソフトを使っていました。古くは Windows ME、Windows 2000、そして Windows XP では Windows Media Encoder 9を使っていました。非常に動作が軽いソフトでサポート外になりますが Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、そして Windows 10でも使えます。今回のビデオでも Windows Media Encoder 64ビットエディションで画面キャプチャーした動画が登場します。時は過ぎ、マインクラフトでゲーム実況をすることになり、マインクラフトホームズの日常を制作するようになりました。この時使用していたのは Windows Media Encoder 64ビットエディションです。しかし、ある時点でゲーム画面中央のポインター、白い矢印が気になると指摘されました。これを消す方法がわからず、キャプチャーソフトをオープンブロードキャスターソフトウェアに変更しました。この時からフレームレートを30から60に変更したこともあり、CPU 使用率が 100% となり、ゲームの動作が重くなるのを感じました。そこでビデオカードを買い替えることになり、NVIDIA Shadow Play を知りました。NVIDIA Shadow Play は GeForce GTX 600番台以降のビデオカードで使えます。そして私がゲームと画面キャプチャーのために購入したのが GTX600 番台以降の GeForce GTX 950を搭載したビデオカードです。まあ数年前の話です。NVIDIA Shadow Play を使用すると FullHD60fps でゲーム画面をキャプチャーしても何の負荷も感じずゲームをプレイすることができ驚きました。ビデオカードを買い替えて気を良くした私は Steam の PUBG を購入しました。しかし私の古い PC では平均フレームレートが30のため PUBG を諦めました。そして月日は経ち、昨年12月に PUBG ライトが登場しました。PUBG の軽量版でもあり、私の13年前の PC でもフル HD60fps で遊べました。しかも無料です。もちろん、シャドウプレイでフル HD60fps で記録できます。そして、NVIDIA Shadow Play なら、私の古い PC でも YouTube ライブ配信ができるのではと思った次第です。いやー、説明が長かったね。でもこれ、ビデオブログだからね。まずは YouTube でライブ配信ができるようにします。現時点ではダッシュボードを開き、左下の設定ボタンをクリックします。設定が開いたら左メニューのチャンネルをクリックします。詳細設定をクリックします。ステータスと機能をクリックします。この画面のライブストリーミングが有効になっている必要があります。なっていなければ有効にしますが、そのやり方や条件は変更されるかもしれないので、各々でチャレンジしてください。次は NVIDIA GeForce Experience の設定です。NVIDIA の公式サイトでビデオカードのドライバーをダウンロードしてインストールしてください。今回のビデオではその作業を省きます。ドライバーをインストールすると GeForce Experience もインストールされます。インストール後、タスクバーの検索フォームに NVIDIA と入力してエンターキーを押します。
いや、押すんじゃない。押すんだ。GeForce Experience をクリックします。GeForce Experience が起動しました。Experience って Windows XP の X だね。NVIDIA にログオンしていない場合、ここでログオンを催促されます。アカウントがない場合は、メールアドレス、パスワード、ユーザー名を登録します。このビデオでは、NVIDIA にログオンしていることを前提に話を進めます。右上の設定ボタンをクリックします。下にスクロールしてゲーム内のオーバーレイを有効にします。右上のスライドボタンが右にあり、緑色になっていれば有効です。ゲーム内のオーバーレイを開くボタンをクリックします。GeForce Experience のメニューがオーバーレイで表示されました。今回はオーバーレイが有効になっているか確認するためにスタートメニューから起動しました。通常はゲーム画面を開いて、キーボードの Alt と Z キーを押して起動します。それでは PUBG ライトを起動して、キーボードの Alt と Z キーを押します。メニューが表示されました。ちょろっとマイク設定を見ましょう。実況するなら必要な設定です。PUBG は銃声や車の音が大きいです。しかし足音を聞くために大音量で聞く必要があります。そこで画面キャプチャーや配信するときにシステム音を 40% に抑えています。こうすれば銃撃戦でも自分の声がオーディエンスに聞き取りやすくなります。さて、右上の設定ボタンをクリックします。まずは下の方、プライバシーの管理をクリックします。個人的なおすすめは、ゲーム画面キャプチャーにせよ、配信にせよ、ディスクトップキャプチャーを無効にすることです。右上のスライドバーが左にあり、白色になっていれば無効の状態です。この設定はゲーム画面だけをキャプチャーあるいは配信する設定です。これに関しては掘り下げたいと思います。GeForce Experience に対応するゲームであれば、デスクトップキャプチャーを無効にしてもゲーム画面だけをキャプチャーあるいは配信できます。ゲームの対応状況を知るには、配信する前にキャプチャーしてみるのが良いでしょう。マインクラフトを起動します。キーボードの Alt と Z キーを押してメニューを表示します。録画するをクリックしてさらに設定をクリックします。今回マインクラフトは解像度 1280×720 で起動しています。なので解像度は 720p HD、フレームレートは 60fps に設定しています。保存をクリックしてさらに設定をクリックします。デスクトップキャプチャーはオフの状態にします。それでは起動をクリックしてゲーム画面を録画しましょう。今、マインクラフトの画面を録画中です。このゲームが対応していればディスクトップキャプチャーをオフにしているので、オーバーレイのメニューも記録されないはずです。テストでゲーム画面の上に異なるウィンドウを重ねています。これくらいで十分でしょう。キーボードの Alt と Z キーを押します。録画するをクリックしてさらに停止及び保存をクリックします。キーボードの Alt と F9 キーでも録画と停止を操作できます。録画したビデオファイルを再生しています。ディスクトップキャプチャーをオフにしてもゲーム画面だけ録画されていますね。重ねたウィンドウも録画されていません。つまりマインクラフトは NVIDIA に対応しているゲームになります。対応してないゲームの場合はディスクトップキャプチャーをオンにしてゲーム画面をフルスクリーン表示して録画配信することになりますが、念のためディスクトップのアイコンを非表示にしたり、チャームをアラームのみに設定するなどして、不意に個人情報を配信することのないよう注意しましょう。録画設定が間違っている場合、あるいはゲームが対応していない場合、デスクトップキャプチャーをオンにして録画を開始しますかと問われます。はいを押して録画、配信をすることになります。PUBG ライトも対応しているので、ディスクトップキャプチャーをオフにします。ここからは録画とは関係なく配信の準備に入ります。接続するをクリックします。
GeForce Experience のメニューを表示しているので、すでにログオン済みになっています。YouTube のアイコンの現在ログインしていませんをクリックします。選択して緑色に反転したら、ログインボタンをクリックします。YouTube にログオンする際のメールアドレスまたは電話番号を入力します。何か問題が発生するかもしれませんが、自己責任でお願いします。入力したら次へボタンをクリックします。YouTube アカウントのパスワードを入力します。入力したら次へボタンをクリックします。配信する YouTube アカウントをクリックします。NVIDIA GeForce Experience に以下の許可をします。納得した上で自己責任で許可ボタンをクリックします。以上で YouTube への接続が完了しました。これは頻繁にログアウトされてしまうので、配信する前にログインすればいいでしょう。次にブロードキャストライブをクリックします。ブロードキャストのスライドバーを右にして有効にします。緑色になったら OK です。送り先を選択します。現時点では Facebook、Twitch、YouTube への配信が可能です。右の YouTube アイコンをクリックして緑色に反転させます。なお、ここでクリックしても反応しない場合、あるいは解像度が選択できない場合、NVIDIA のドライバーを再インストール、あるいは最新のものに更新しましょう。GeForce Experience を表示してドライバーをクリックします。再インストールする場合は、ここをクリックします。ドライバーを再インストールするをクリックします。なお、PC の再起動は不要でした。クオリティを選べますが、私の PC は古いのでカスタムで調整しました。解像度をフル HD にしたいものの、私の古い PC では無理でした。解像度 720p HD、フレームレート 60fps に設定しました。ビットレートは初期状態のままにしていますが、配信してみて重ければ下げます。画像ファイルを3つまでオーバーレイ表示可能ですが、今回のビデオでは触れません。戻るボタンをクリックします。以上で設定が完了しました。オフになっているね。完了ボタンをクリックします。するとメニューにブロードキャストライブが追加されています。設定をクリックすれば先ほどの画面が表示されますね。それでは起動しましょう。送り先は YouTube アイコンが緑色に反転しています。ポストは先ほど接続した YouTube アカウントになります。まあ配信する YouTube チャンネルですね。タイトルを入力します。オーディエンスの設定はパブリックが不特定多数の人に配信。つまり通常の配信はパブリックを選択します。リスト未掲載は URL を知っている人だけに公開する設定です。URL を知った人がみんなに教えれば、その人たちも視聴できます。プライベートは自分だけが視聴できる配信方法です。今回はこれでテストします。ライブ配信を開始するボタンをクリックします。ワクワクするね。YouTube ライブ配信が開始されました。YouTube にログオン済みなので、ストリームキーやサーバーの設定は不要です。すごいよね。今、YouTube に配信中なんですよ。配信中にディスクトップを表示したので、ゲーム画面のブロードキャストが一時停止になりました。でも YouTube ライブ配信は続いています。私の古い PC では重いので、この作業はタブレット PC で行いますが、今回は配信中の PC で自分のチャンネルを確認しています。再読み込みをしていますが、遅延のためまだ配信が表示されていません。だいたい15秒ほど遅れると思われます。プライベート設定なので
YouTube にログオンしていないと確認できません。あ、来ましたね。ライブ配信中、非公開と表示されています。管理画面の動画でライブ配信をクリックします。現在ライブ配信しているものの非公開になっているのがわかります。サムネイルをクリックすると、配信中のタイトル、説明、サムネイル、タグなどを入力できます。シャドープレイでライブ配信を開始すると、説明欄になぜか PC のスペックが掲載されます。まあこの画面はアップロードした動画の設定と同じですね。なぜか動画の言語が英語になっています。ゲーム画面に戻ると、YouTube へのブロードキャストが再開されます。配信を終わる場合は、オーバーレイのメニューを表示しても良いのですが、キーボードの Alt と F8 キーを押しても終了できます。一時停止再開は、キーボードの Alt と F7 キーです。今、YouTube へのブロードキャストを停止しました。キーボードの Alt と Z キーでオーバーレイのメニューを表示すると、ブロードキャストされていないことがわかります。操作ミスで配信が始まるのが心配な場合は、ブロードキャストライブを無効にすればいいでしょう。この状態なら、キーボードの Alt と F8 キーを押しても配信が開始されません。配信が終わると記録が残ります。YouTube で再生してみましょう。ゲーム画面以外、つまりディスクトップ表示しているとき、配信は一時停止マークの点滅になっていますね。ディスクトップキャプチャーを有効にした場合、ディスクトップでの作業がそのまま配信されるわけです。お、この辺はゲーム画面が配信されていますね。今、読み込み中です。760p HD 60fps で保存されています。読み込まれました。暖炉の炎が動いているので配信成功です。本当はフル HD で配信したいのですが、そこは13年前の自作 PC ゆえ。本日の動画は長くなってしまいました。最初の4分30秒の説明が不要なのかもしれませんが、OBS で配信すればいいじゃんと突っ込まれないために必要でした。古い PC で無理だと思われたことが NVIDIA のビデオカードを買い替え、シャドープレイによって救われました。フル HD60fps の画面キャプチャーも YouTube ライブ配信も難なくできます。最後までご視聴ありがとうございました。MB サポートの管理人でした。今回のビデオを作るにあたりちょっと気がついたのですが、マインクラフトをフルスクリーンでプレイするのではなく、解像度 1280×720 でプレイしてゲーム画面だけを撮影するという試みでした。私がこのビデオカードを買った時、こういうことがマインクラフトではできなかったと記憶します。確か私は解像度 1280×720 でプレイしつつも、液晶ディスプレイの解像度 WXGA1980×1200 解像度、その全てを記録せざるを得ない状況にありました。そして編集でトリミングで解像度 1280×720、すなわちマインクラフトのプレイ画面だけをトリミングするということをしていたのですが、今は NVIDIA のシャドープレイにマインクラフトも対応したようで、解像度 1280×720 の画面だけを録画することができるという、ちょっと驚いています。だったら私がホームズの日常を作っていた時にやってくれてもよかったのにな、なんて考えたりなんかしたりして、もう一度やろうかな、ホームズの日常。あとどれくらいだ？まだまだだね。選択して緑色に反転したら、ログインいいよね。3点でいこう。これでいいんじゃない？
いいんだよね。間違ったね。CPU はインテルクワッツ問題ない。CPU はインテルコアットクワ2。あ、違う、コア2。インテルコア2。ディスクトップキャプチャーに関してそんなに詳しくやる必要もないけれども、OBS を使っている人だったらすぐにこの仕組みは理解できるはず。しかし、いきなり NVIDIA Shadowplay で配信をするとなると、ディスクトップキャプチャーと、ディスクトップ画面キャプチャーとゲーム画面キャプチャーの違いが、ごちゃごちゃになってる可能性があるから、とりあえずこれは入れた方がいいと思う。そこでビデオカードを買い替えることになりました。なりましたで一旦切って、NVIDIA Shadowplay を知りました。違うね。GTX600 番台以降の 配信する前にキャプチャーしてみるのがいいでしょう。これ変更しよう。ゲームの対応状況。ゲームの対応状況を知るには、配信する前にキャプチャーしてみるのがいいでしょう。疲れたね。飲み物が欲しかったね。持ってくる？そもそもこのエクスペリエンスっていう言葉が私は言いづらい。エクスペリエンス。GeForce エクスペリエンス。Windows XP の X が確かエクスペリエンスの略。E を取って X が先頭に来るはずだから。あとはディズニーランドかな。イクスピアリー。ショッピングモールイクスピアリーは、妖精のピアリと、体験経験を意味するエクスペリエンスの造語であると。イクスピアリー。そんないらないか。滑舌悪い。